知られざる日常の謎。日日雑学。ご案内は、トラビスです。人間の髪の毛は、引っ張ると鋼鉄よりも強い。人間の髪の毛が引っ張ると鋼鉄よりも強いという表現は、髪の毛の強度と密度に関する驚くべき事実を指しています。この比較は、特に細い鋼鉄の線と比較した場合の髪の毛の断面積あたりの強度引っ張り強度に基づいています。人間の1本の髪の毛は約50から100グラムの重さを支えることができ、理論的には健康な髪の束はその小さな断面積に対して非常に大きな重量を支えることが可能です。この比較は髪の毛の素晴らしい機械的性質と特にその引っ張り強度を強調するために使われます。鋼鉄の型が髪の毛よりも強いように思えるかもしれません。しかし、単純な引っ張り強度だけではなく、密度や断面積あたりの強度も考慮することです。髪の毛の直径は約70ミクロン 0.07mm 程度で、極めて細いにもかかわらず、相対的に大きな重量を支えることができます。断面積あたりの強度という観点では、髪の毛は鋼鉄の細い線と比較しても非常に優れていることがわかります。雷は、約3万度の温度に達することがある。太陽表面の温度よりも高い。雷が約3万度の温度に達する。自然現象の驚異的な力を示しています。実際に、雷の中で発生する電気放電は空気を非常に高温に加熱します。この熱によって空気が急速に膨張し、その結果として雷鳴が発生します。太陽表面の温度は約5500度程度とされており、雷の温度がこれをはるかに上回る。この比較から、雷が一瞬のうちにどれだけのエネルギーを発生させるかがわかります。太陽はその巨大な質量による核融合反応で、絶え間なく膨大なエネルギーを放出していますが、雷は地球上の大気中で生じる電気的な放電によって、極めて高温の環境を作り出します。この事実は、自然界の現象が持つパワーと、その条件下で発生する物理的プロセスの複雑さを浮き彫りにします。雷の発生する極端な条件は、地球上で生じる気象現象の中でも特に強力なものの一つであり、雷のこのような特性は、科学的研究の対象としても非常に興味深く、雷を通じて高温下での物質の挙動や、電気放電のメカニズムについての理解を深めることができます。鳥は、地磁気を感じ取ることにより、長距離の移動や渡りを行うことがある。鳥が地磁気を感じ取り、それを用いて長距離の移動や渡りを行う能力は、動物行動学と生態学の中で特に注目されている分野の一つです。鳥類はこの地磁気感覚を、季節に応じた渡りや、餌場と繁殖地との間を往復する際の重要なナビゲーションツールとして利用しています。この驚くべき能力により、多くの鳥類は数千キロメートルもの長距離を正確に移動することができます。地磁気感覚は、鳥が地球上の特定の場所へと長距離を移動する際の複雑なナビゲーションシステムの一部を形成しています。このシステムは、星の位置、太陽の位置、地形の特徴、
さらには風のパターンを含む複数の情報源からのデータを統合しています。地磁気感覚によるナビゲーションは、特に曇りや夜間のように、他の視覚的な手がかりが利用できない状況下で重要となります。実際に、鳥は地磁気のパターンを地図として使用し、長距離移動の際の大まかな方向性を確立します。これは、鳥が年に2回行う渡りの際に特に重要で、彼らはこの能力を利用して繁殖地と越冬地の間を往復します。宇宙空間で音は伝わらない。宇宙空間では音は伝わりません。音は振動する波として伝わるため、その振動を伝える媒体、通常は空気や水などの物質が必要です。しかし、宇宙空間はほとんど完全な真空であり、分子や原子が非常に希薄なため、音波を伝えるための十分な物質が存在しません。地球上や水中のように物質が密集している環境では、音波波物質の粒子を介して振動を伝えることができます。これにより、私たちは音としての振動を聞くことができます。しかし、宇宙空間のような真空では、音波が伝播するための物質がほとんどないため、音は伝わらないのです。宇宙映画でよく見られる宇宙船の爆発や戦闘のシーンが現実では無音であることを意味します。宇宙空間では音は伝わりませんが、宇宙飛行士が宇宙空間で互いに会話するためには、光や無線波などは真空中でも伝播することができるので、無線通信のような代替手段を使用する必要があります。ジャガイモにはビタミン C が豊富に含まれていますが、調理するとその大部分が失われる。ジャガイモにはビタミン C が豊富に含まれています。しかし、調理する過程でそのビタミン C の大部分が失われることがあります。ビタミン C、アスコルビン酸は水溶性で熱に非常に敏感なため、調理によって分解されやすいのです。ビタミン C の損失は、特に水に溶け出しやすく、加熱時に破壊されやすい性質が影響しています。じゃがいもを茹でるとき、ビタミン C の一部が茹で水に溶け出してしまいます。また、長時間の調理や高温での調理は、ビタミン C の分解を促進させるため、より多くのビタミンが失われる原因になります。ビタミン C をできるだけ多く保持するためには、次のような調理方法が推奨されます。蒸し調理。じゃがいもを皮付きのまま蒸すことで、ビタミン C の溶出を最小限に抑えることができます。短時間の調理。調理時間を短くすることで、ビタミン C の破壊を抑えることができます。電子レンジ。マイクロ波を使ってじゃがいもを加熱すると、短時間で調理できるため、ビタミン C の保存に有効です。ビタミン C は免疫機能のサポートやコラーゲンの合成など、人体にとって重要な役割を果たします。そのため、じゃがいもを含む様々な食品をバランスよく摂取し、調理法を工夫することで、必要な栄養素を効果的に摂取することができます。人間の体内には約 37.2 兆個の細胞があるが、約7年で細胞は入れ替わる？人間の体内には約 37.2 兆個の細胞があるとされ、これらの細胞は様々なタイミングで更新されます。約7年で細胞は入れ替わるは、すべての細胞の入れ替わりが同じ周期で行っていないので、
少し単純化された言葉。実際には、人間の体内の細胞の入れ替わりは、その細胞の種類によって大きく異なります。皮膚細胞は約2から4週間で新しい細胞に置き換わり、赤血球は約120日の寿命を持ちます。一方で、一部の脳細胞や心筋細胞などは、一度成熟するとほとんど入れ替わることがありません。細胞の入れ替わりは、損傷した細胞の修復、古い細胞の除去、体の成長や維持など、生物学的に重要なプロセスです。このプロセスは、組織の種類、個体の年齢、健康状態などによって異なります。したがって、約7年で細胞は入れ替わる、というのは、体内のすべての細胞が同時に新しくなるという意味ではなく、体内の細胞が一定の周期で更新されるという一般的な概念を指しています。実際には、細胞の種類によって更新の速度や周期が異なり、体全体としては常に細胞が更新され続けている状態です。地球は、毎日宇宙から約100トンの塵や小さな隕石が落ちてくる。地球は毎日宇宙から約100トンの塵や小さな隕石が落ちてくると推定されています。この物質は主に小さな隕石粒子や宇宙人で構成されており、これらが地球の大気圏に入ると、摩擦によって熱を発し、多くの場合、輝く流星として見えることがあります。これらの粒子は太陽系内を漂っているもので、その大部分は小さな岩石や金属の粒子です。これらは地球の引力によって引き寄せられ、大気圏を通過する際に高速で移動します。その速度は秒速数十キロメートルにも達することがあり、この時の摩擦熱で燃え尽きるため、地球表面に到達するものはごく一部です。地球に到達するこれらの宇宙からの訪問者は、科学的に非常に価値があります。なぜなら、これらは太陽系の初期の状態や、宇宙の他の部分の物質組成についての手がかりを提供するからです。隕石の研究を通じて、科学者たちは太陽系の形成や地球上での生命の起源についての理解を深めることができます。鏡の色は、実は緑色。鏡が実は緑色をしているというのは、鏡の製造過程で使用されるガラスと反射コーティングの性質に関係しています。通常の鏡は、ガラスの片面に薄い金属層、主に銀やアルミニウムをコーティングして作られます。この金属層が光を反射し、鏡としての機能を果たします。ガラス自体はほとんど色を持たない透明な物質ですが、厚いガラスを通過する光は微妙に吸収され、緑色の光が最も通過しやすいため、厚いガラスはわずかに緑色がかった見え方をします。したがって、鏡を横から見ると、特に鏡のエッジ部分でこの緑色が顕著になることがあります。また、鏡に映る物体の像を何層にも重ねて反射させる、無限鏡のような状況では、この緑色がよりはっきりと認識できます。各反射ノドにわずかに緑色が強調されるため、反射が重なるほど緑色が顕著になります。これらの現象は、日常生活で使用する鏡の品質や見た目に影響を与えるほどではありませんが、工学的特性や物質の性質に関心がある人にとっては興味深い話題です。モーリス・ラベルのボレロは、
脳の一部が異常に活動することで、繰り返しのリズムを楽しめる曲。モーリス・ラベルのボレロに関する興味深い事実は、この楽曲が持つ独特の繰り返しのリズムが、脳の特定の部分を刺激し、人々がこのリズムを特別な方法で楽しむことができるという点です。ボレロは、ほぼ変わらないリズムパターンが次第に大きくなりながら繰り返されることで知られています。この単純かつ強烈な繰り返しは、聴く人の注意を強く引きつけ、時にはトランス状態に近い集中をもたらすことがあります。音楽が脳に与える影響に関する研究では、音楽、特にリズムやメロディーが繰り返される楽曲は、脳の報酬系を刺激し、ドーパミンの放出を促すことが示されています。ドーパミンは快感や幸福感を感じる際に関与する神経伝達物質で、音楽を聴いた時の満足感や喜びをもたらします。ボレロの繰り返しによって特定の脳の部位が活性化され、それがリズムやメロディーの変化に対する期待感を生み出すことが、この楽曲を特に印象深いものにしています。また、この楽曲が特定の神経学的または心理学的状態、例えば記憶や集中力に影響を与える可能性があるとも考えられています。ボレロがただの音楽作品であるだけでなく、脳科学や心理学の観点からも興味を引く対象となっているのは、このような理由からです。人間の体内では、毎日約 500ml のガスが放出されます。人間の体内では、消化過程において様々なガスが生成され、これらが体外に放出されます。毎日約 500ml のガスが放出されるのは、この消化によって生じるガスの量の一般的な推定です。これには主に窒素、酸素、二酸化炭素、水素、およびメタンが含まれています。これらのガスは、飲食物の消化過程で生じる自然な副産物です。特に、消化されにくい炭水化物、食物繊維、糖類が大腸に到達した際に、腸内細菌によって発酵されることによってガスが生成されます。また、飲食物を摂取する際に空気を飲み込むことによってもガスが体内に入ります。ガスの放出は、いわゆるおならとして体外に排出されることが多いですが、これは健康な消化系の正常な機能の一部です。放出されるガスの量や頻度は、摂取する食物の種類や量、個人の消化系の健康状態、腸内細菌層の状態によって異なります。ガス、おならの生成と放出は自然な生理現象であり、健康的な消化過程の一部と考えられています。地球上で一番大きい生物は、ブルーウェイル、青クジラではなく、ハニーキノコ。地球上で最も大きい生物としてよく知られているのは、ブルーウェール青クジラですが、実はある種のハニーキノコアーマリリア属の菌類がこれを上回ると考えられています。特に注目されるのは、アメリカ合衆国オレゴン州のマラヒュール国有林にあるアーマリリアオステオイデスアーミラリアオストヤエ、別名、ハンフリーと呼ばれる巨大なキノコの根状菌糸体マイセリウムです。このキノコの菌糸体は、約 8.9 平方キロメートル約2200エーカーにわたって広がっており、推定重量は600トン以上にもなります。このハニーキノコの巨大な菌糸体は、
地下に広がる一つの生物としてつながっており、数千年にわたって成長を続けてきたと考えられています。このように、生物の大きさをどのように定義するかによって、地球上で最も大きい生物がブルーウェールなのか、ハニーキノコの一種なのかが変わってきます。体長や質量で単一の個体を考える場合はブルーウェールが最大ですが、広がりや生物量の観点からはハニーキノコが上回るというわけです。ヴィーナスフライトラップ、ハエトリソウは肉食植物です。ヴィーナスフライトラップ、学名ジオナエアマスキプラは世界で最も有名な肉食植物の一つです。アメリカ合衆国の東部、特にノースカロライナ州とサウスカロライナ州の砂地の湿地に自生しています。この植物は、その独特な捕食機構により、小さな昆虫や節足動物を捕食することで知られています。特徴、捕食機構、ヴィーナスフライトラップの最も顕著な特徴は、獲物を捕らえるために設計された葉の構造です。各葉は、単にトラップ、罠を持ち、この部分は2つの半分からなり、中央に触覚毛があります。触覚毛と閉鎖、触覚毛が短時間内に2回以上刺激されると、葉のトラップは迅速に閉じ、昆虫や小動物を捕らえます。トラップの端にある葉が密閉され、獲物が逃げ出すのを防ぎます。消化と吸収、トラップ内で獲物が捕獲されると、植物は消化酵素を分泌して獲物を分解し、栄養素を吸収します。このプロセスには5日から2週間かかります。ヴィーナスフライトラップは、栄養分が乏しい土壌で生育するため、肉食性に進化しました。この特異な生態系では、植物が土壌から十分な栄養を得ることが困難なため、昆虫や他の小動物から直接栄養を得ることで補います。自然生息地の減少と乱獲により、一部の地域で保護されています。そのユニークな特性と美しさから、観賞用に非常に人気がありますが、これが乱獲につながることもあります。持続可能な方法での栽培と、自然生息地の保護が重要です。水は、温めると膨張するが、0度 C から4度 C にかけては、収縮する。水は他の物質とは異なる特異な性質を持っています。一般的に物質は温めると膨張し、冷やすと収縮するのですが、水は0度 C から4度 C の間ではこの一般的な規則に従いません。この温度範囲で水を温めると、実際には体積が減少し、密度が増加します。この現象は、水の異常な性質の一つである、密度の最大化と呼ばれています。具体的には、水は4度 C で最大の密度、約 1g 毎立方センチメートルを持ちます。これは、水分子間の水素結合による特異な構造に起因します。4度 C 以上で水を温めると、水分子間の動きが活発になり、水素結合の一部が壊れて体積が増大し始めます。これが、通常の物質と同様に温めると膨張する現象です。しかし、0度 C から4度 C の間では、水はより密に梱包される構造へと移行し、その結果として体積が減少し密度が増加するのです。この水の性質は、自然界において重要な役割を果たします。
湖や池では水温が4度 C に近い水が最も密度が高くなるため、この温度の水が底に沈みます。これが冬に水面が凍る一方で、水底近くは4度 C 近くで比較的暖かい状態が保たれる理由です。この現象により、冬でも水生生物が生存できる環境が保たれます。これで終了になります。ご視聴ありがとうございました。皆様のサポートが私たちのクリエイティブな活動の源です。気に入ったら、ぜひいいねやチャンネル登録をしていただければ、励みになります。